石井さんが52にして浮気疑われてますけどね。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ジャンカスパンダとジャンプ石です。今回もね、石井さん続きまして来ました。8B マインドで見つけたアホな86。やばいっすよこの人。はい、群馬のね、ゼクシー君。よろしくお願いします。結婚相談所にいそうな顔ということで、はい、言われましたね。ニックネームゼクシーで、はいゼクシー君。はいのこのバカなね、86、紹介したと思うんでね、よろしくお願いします。ジャンカスクールカーズ。ゼクシー君、はい、いくつ今今19です。19。19です。19でなんでこんな育ち悪いの？地元のほらみんな爆笑だよ。地元の先輩がみんなバカばっかってこと？そうですね。ああ、わかるわかる。あの辺やろ？あの辺。ちょっと頭おかしいメンツが揃ってて、もうスタンス系ばっかりなんや。そうですね。みんなもう身内がね。そうですね。はい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 。チーム名とかあるんですか？チーム一応海外でスクレイプっていうのかな確か。っていう海外チームにスクレープ。そうですね入ってる海外チームに所属らしい。あ、なるほど。海外で有名なチームなんですか？そうなんですけど、結構スクレイプさん有名だとは知ってる人は知ってると思いますね。ああ、そうなんだ。19歳で今彼女いるんですか？彼女いますね。え、どれぐらいいます？何人ぐらい？元カノ歴ですか？元カノ歴。元カノはい。何人だ？いいですよ。濁してください。大丈夫。 8人。8です。8です。出ました。 8っていうのは8です。群馬の種馬。出ましたね。群馬からね、はい来ましたからね、ここ。群馬はいはい。県から。わざわざね。はい。愛知岡崎まで。で、パッと見石井さんちょっと車の話いきなり言っちゃいますけど。はい。はい。これ僕エアサスだと思ったんですよ。これね。はい。これ見てこれくださいよこれ。なんすこれ。これ普通エアサスの車高っすよね。普通はね。もうこう言って言う以上はこれ生足なんですよね、石井さん。これね、なんかね、ゼクシー君ね、ちょっと聞いたらこれ生足ではい。群馬からこれで来るって言うんですよ。虐待とか受けてました子供の頃。本当ですか？びっくりしましたよこれ。エアサじゃないもん。この車高で来たってことやろ？はい。そうですね。彼女乗して。はい。外観からじゃあ石井さん紹介してもらいます。外観から行きましょうか。これフロントバンパーはこれ BRZ なんですよね。 BRZ。はい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 。でバンパーは純正のまま。純正で、はい。これはこれ何？ STI っていうあ、STI のやつや。ああ、スバルの。スバルのね。ああ、なるほど。はい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 。バキバキなんですけど。はい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 。で、あれライトが違うっすよね。トヨタとスバル。そうですね。なんとこのなんだろうここかうん。ここが長いんだ。長いかあるかないかみたいなこの。ああ、なるほどね。でもさ、19でさ、はい19だよね。結構車高いんじゃないのこれ。新車？新車で買いましたね。新車で買ってこんなことしちゃったの？そうですね。新車で買って。それなんかあれだね。少女の子と付き合って変なプレーに染めるみたいな感じですよね。石井さん。また編集で作っちゃった自分で。なかなか大丈夫ですか？で、これホイールは？それミツルパワーのヤバキングっていう。あ、ヤバキング。はい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 。で J 数が 10J でオフセットがマイナス4ですね。 10J のマイナス4、はい。これハンドル切れるの？ハンドル19歳は切れるんだってこれ多分。こは？う半分ぐらいかな。半分ぐらいでしか切れないですね。浅角でいけってことね。全切れできないですね。ほんとちょっとしか曲がんないんでだよね。やばいですね。だよね。でこれでもいいよって乗っとるんやもんね。そうですね。もう見た目がゼクシー君ね。ああ、ゼクシー。見た目かっこいいんで。そうやね。わかる。見た目全振りだよね。そうですね。もう見た目だけで。で、機動性はもうミツルパワーか秋山パワーか小口パワー。小口パー。オチとしては秋山パワー最後にしてほしいんですけど。ごめんなさいごめんなさい。秋山パワー出るの早いですよ。ミツルパワー、はいはいはい。小口パワー、秋山パワーやね。みつるパワーの春口君は知っとるんですか？内装したサインもらってて。ああ、そうなんだ。そうなんや。あ、サインするほどメジャーなのあいつ。ジャンカスクールカーズ。はい。あとはサイドステップ。サイドステップ行きましょうか。最後のこの STI のあ、これも全部一応は全部新車の時につけた感じ。そうですね。あつけてでなるほど極限まで下げると。そうですね。はいはいはい一枚下げてこれリアのホイールも同じサイズ？投資で。投資なの？はい。合法解析じゃ嘘ばっか貼ってある。まあはい。
合法ですよね。合法っすか。まあまあまあ、こん合法ですよなの可愛いもんやね。でもねやっぱちょっとおしゃれよね。純正アロで極限まで落とすっていうね。純正プラスアルファみたいな感じで、ね。フェンダーはやってないのそんなに。フェンダーはね爪折っとるぐらい。爪をちょっとやってるぐらいそうで。だよね。そうそんなブリスターとかでもない。じゃないよ。だってこれ純正バンパーがさ、はい合ってるフェンダーなんで。ね。はい。かっこいいんだ。うんだからかっこいいね。そうですね。なんかマフローね。マフラー B フリーで6型のやつを無理くり8型につけてるっていう。 B フリーのマフラー。はい。知ってます？そういうなんかエッチな漫画ありましたよね。そうそうヤンマガがなんか。そうなんですか。そうそうそう。ハンバーガーで B フリーっていうありましたね。ありましたよ。もう中間から変わってて、まあだいぶ音は、うるさめ。まあ、うるさ結構あ近所からクレーム来ちゃうんで可変バルブ入れてて、あ、真面目なんだ。だいぶ静かには。大人だわ。あ、意外と真面目なんだね。そうですね。ちょっとジャンカスクールカーズ。これミツルのサインなの？そうですね。サインくださいって言って。おお。パンダのサイン。はい。パンダのサイン。ああ、落書きするなって言われました。ああこれやっぱこれディープやもんでこうやってつけるよねそ。れつけて。あーねつけとるよ届かなくなっね。ちゃうんでやっぱり。ああ、そういうことね。紫なんだテーマは中の。外は白黒でうんシンプルで、中はちょっと紫で遊び入れてみたいな感じで。なるほどね。ルームランプがエッチだな。え、何がエッチ？ルームランプがいい。紫で。はい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 。あオートゲージ製のメーターやそうですね。おこ金ないんでこを決めたらかっこよかったね。そうですデフィでそうなんですよ。いずれデフィに入れ替えたいなっていう。はいはいはい。全然値段違うでしょ。全然違います。だよねだって。当時お金なくて、はいはいはい。今お金あるの？今もないっすね。だいぶあるよね今もないっすけどね、だいぶ。も本当っすか？うでも19だからまだ車歴はそんな長くないんだよね。そうですね、まだ去年の4月か。うんとかにスタン納車しスネーションとてか出しとるやん1年半ぐらい。そうですね、1年半ぐらいですね、大体今。これスタンスネーションとか出してる車。そうですね。そうなんだ。スタね、最近のお台場出してで、あ、そうなんだ。来月の A メッセあるじゃないですか。 A メッセあるあれ東京のも先行通ったんで出すっていう。おおすすげえねごい。いいやつ取れましたよ今日。それハンドル切れんもんね。ハンドル切れハンドル切れハンドル切れ。ジャンカスクールカーズ。やっぱりさ、これあれっすよね。やっぱりそのノーマルのフォルムっていうかね、加そうですよね工なしでこんな深いホイールを履いてるってのは俺好きなんですね。そうですよね。だってはい普通やったらこういうのってやっぱ叩いたりそうですね。合わしちゃったりねうんするところをワイドにせずにうんこの 10J はい、マイナス4。 4を入れちゃうこのフェンダーやねノーマルフェンダーで入れちゃうっていうところがそんなめちゃに違和感ない。違和感ないすごい。だよね。だからパッと見たら最初見た時にこんなホイール履くんだったらフェンダー結構やったのかなと思ったんですけそうど、ですよね。何もやってないじゃないですか。何にもやってない。これセンスだよね。センスうんゼクシー君のこれセンスやねそう。ですね。これかっこいいですね。これかっこいいポイントですね。 19歳に負けましたね、シーさん。負けてますよ。はい。余裕で負けてますよ。いやびっくりしました。いかっこよくない？やこれかっこいいっすよ。これかっこいい。ホイールもねかっこいいですね低ポイント。からね。ホイールもね、はい。ミツルパワーのヤバキングで。でこの車高で群馬から来ちゃうのがまたねバカっぽくていいですよね。そう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 。すごいっすよね。まあ僕らも昔よくそんな車高で来たねって言われましたもんね。だけどこんな被ってないっすもん。こんなんではなかったですね。うんうん。高速俺らいつも降ろされとったらね。で今何分ぐらいでしょうか。 12分40秒。もうちょい撮りたいですか。でも撮るとこないですよ。そうですねあります。さあ出ますか。そろそろ出ますかあそこ出しますか。尺2分で。尺2分出しますよ。ジャンクスラブストーリー。2人で仲良く。マイク2人で仲良く。はい。かぶります。かぶるこれかぶっとく。かぶっとく。はい、じゃあちょっとねゼクシー君の彼女のやっと出てくれました。出ましたね奥さんね。よっ結婚まだ早い。人妻。響きがエロいですね、シーさんね、今日もね。はい。エッチな。エッチな。いや、いいね、若い。彼若い女今いくつ ?15？ 21です。ああ、年上なんだ。年上ですああ、15かと思ってびっくりしたね、俺。あ、で、付き合ってどれぐらいなんですか。恋バナしますよ、僕恋バナ大好き。今がはい。 8、そうです、8ヶ月。あ、最近した喧嘩は。最近じゃ喧嘩。はい。なんだろう。
紫が嫌だった。いやなんか自分自分がもともと紫で、はいはいなんかはい。ショーとかに塗り替えてもいいかなみたいな。ああはいはいはい。そしたら紫でいいやああそういうこ呼ばれましただいぶ。と。いや白より紫の方がいいいや俺白っすね。つ。わかんないですけど。これ横乗ってきた今日朝から。はい。あじゃあ彼女の歴代の彼氏としたらいたとしましょう。は仮に、一番乗り心地悪い車はどれですか？い。もちろん。やっぱりそうなりますよね。やっぱそうなりますよね。出会いのきっかけはインスタの DM とか。ああ、ナンパされましやっぱりインスタ DM しちゃったそうですね。インスタでちょっと。いきなりダメですよそんな局部の写真とか俺の送りつけちゃねそれ捕まりますよ。俺の見るってね。そうそうやばいやばい捕まっちゃう捕まっちゃう。前回の時のやつねそれみたいなね。もともと彼氏から声かけたんですか？ちょっと俺からおーいいね。ゼクシ君の俺からってこと。かっこいいね。よかったです。もうこれがねデジタルタトゥーと言われますんでねやばいやばいやばい。俺次の彼女来たら困っちゃいますからねあれあの女誰みたいな話になりますけどね。それはしょうがないです。19なんでね。それは男女ともにね。石井さんは52にして浮気疑われてますからね53にしてね浮気しとるやろって言われてる。浮気はダメなんですか？た。ダメですね。どこからダメですか？僕よくそのカップルこうやって話すんですけどそれだけね、はっきりしてる。浮気のラインがいるんですよ。浮気のライン。バレなきゃいいです。いやバレます。バレます。バレた前提です。絶対バレた。バレるんですよ。バレんかったら何でも OK じゃないですか。だからどこまでがから浮気になっちゃうかじゃ聞いて終わります。あレベル1、レベルは。レベル1、女の子と2人でご飯食べに行く。まあギリ連絡してくれるのか。連絡はいる。こっそりはダメ。ダメ。じゃあデリヘル。あ、なし。だいぶレベル1から2がだいぶ飛ぶんですけどだいぶ飛んでますだいぶ飛ぶんですけど風俗系はダメ。なんか違う。なんか違う。違う。だけど、はちょっとごめんね。いはい。だから食事で内緒で行ったらもう浮気になっちゃうよっていう彼女のそういうスタイルでいいよね。ほうれん草はしてほしいです。ほうれん草かっこいい。それなんですか？プレイですか？ほうれん草っていうプレー。そういうプレイがあるんほうです。れん草プレイ。なるほど。でも8ヶ月が楽しい時期ですよね。でもね、やっぱそういうぐらいのがいいっすよね。その多分しっかり言ってもらったあの。ーゼクシー君もね、気をつけるポイントが分かってね。いや分かってないと思うんです多分19で分からないですよそう。風俗に行かないっていう。あ、そうだね。風俗に行かない。風俗に行かない。ジャンカスクールカーズ。はい、ジャンガスパンダです。ということでね、ゼクシー君の彼女のティアラちゃんとエンディングでございます。ありがとうございます。こんな感じでね、ジャンガスクールカーズふざけたエンディング撮っておりますが、ちょっとね、肩の触り方がね、ちょっと離した方がいいですよ。若干浮いてます。ちゃんとちょっと若干浮いた感じでね。ちゃんと浮いてます。ちゃんと浮いてます。はい。このゼクシー君のジェラシーを誘うっていうね、の作戦でやっておりますので、今日の夜ね、楽しみ今やね。日の夜はちょっとね、いろいろやめときましょうね。はい。気をつけて帰ってくださいね、今日も。本当気をつけて帰ってくだはさい。い、じゃあゼクシー君おいで、はいで、はいで。はい、ということで真面目なエンディングということで、ゼクシー君とティエラちゃん、まだ若いんですがね、車好きということで、今後も楽しんで、カーライフ送ってほしいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ジャンカスパーナでした。さよなら。さよなら。愛してるより愛してることを伝える言葉がないのはきっと言葉に頼らずあなたのことを抱きしめて愛伝えるためなのかな。あなたはいつも絶え間なく優しく包